究極の真実を求めることにおいて記者は間違いなく危険な職業だ。しかしリスクを冒して真実をとことん突き止める人物がいる。スチームバード新聞社のエース記者シャルロットだ。取材開始。スクープがある場所ならばどこであれ、シャルロットとその助手特製写真機ベリテ君の姿を見かけるだろう。もしも知りたい真実があるのなら彼女を誘うといい。力になってくれるはずだ。通常攻撃でシャルロットはベリテ君で狙いを定め、最大3弾の攻撃で氷ダメージを与える。銃撃では一定のスタミナを消費し、構えた後ベリテ君をセットして氷範囲ダメージを与える。一定時間ごとにシャルロットが銃撃を発動すると、敵を貫く霊速のトゲが生成され、プネウマを帯びた氷範囲ダメージを与える。元素スキルを1回押しすると、シャルロットは精神を集中させ、撮影テクニックを披露する。そしてベリテ君によるスナップショットを繰り出し、前方の敵に氷範囲ダメージを与え、命中した一定数の敵にスナップシルエットを付与する。この効果時間中、敵に定期的な氷ダメージを与える。元素スキルを長押しすると、ベリテ君のファインダーを除き構図モードに入る。長押し中、ファインダーは徐々に最大画角まで広がっていく。この時シャルロットは移動や向きの調整が可能だ。長押し終了時、ベリテ君はファインダーで捕捉した敵に氷ダメージを与え、1回押しと同じようにスナップシルエットを付与する。またファインダーが最大画角に達した後に長押しを終了すると、より大きな効果のフォーカスインプレッションを付与する。構図モードは一定時間継続し、一定数の敵を捕捉することが可能だ。添付衝撃的モーメント解放後、フォーカスインプレッションを付与された敵を倒すと、シャルロットの元素スキルのクールタイムが短縮される。この方法で短縮できるクールタイムには上限がある。彼女のずば抜けた写真の才能は記者としてのキャリアにおいてさらなる武器となる。特殊分析ズームレンズを有効にした状態で元素スキルを長押しすると、元の効果の代わりに特殊な機能を使用して撮影できる。シャルロットが補導します。元素爆発ではスチームバード新聞のロゴを作り、スクープフィールドを展開する。展開時に氷範囲ダメージを与え、チーム全員の HP を回復する。回復量は彼女の攻撃力に依存する。スクープフィールドの展開中、ベリテ君は領域内の敵を定期的に攻撃し、氷ダメージを与える。そして領域内にいるキャラクターを定期的に回復する。回復量は彼女の攻撃力に依存する。人々の多様な視点は記事に新しい切り口をもたらす。添付多様性リサーチを開放すると、シャルロットを除いたチームにいるフォンテーヌ出身キャラクターの人数に応じて彼女の与える治癒効果が増加する。そしてフォンテーヌ出身ではないキャラクターの人数に応じて彼女の氷ダメージが強化される。記事を書くため記者は現場に赴き取材しなければならない。シャルロットは言うまでもないだろう。戦闘中は元素スキルが彼女の主なサポート手段となる。元素スキルの長押しで多くの敵を捕捉し、フォーカスインプレッションを付与することで氷ダメージを与える。これにより元素反応の条件が整うだろう。元素エネルギーが溜まったら元素爆発を発動してスクープフィールドを展開し、チーム全員の HP を速やかに回復するといい。そしてベリテ君による定期的な攻撃とともに多角的な視点から重要な証拠を収集するのだ。記者という職業は情報の交換行為が始まりとされ、その行為には利害関係があった。しかし今では利益の追求とは相反するものを記者に求めるようになった。
記者たる者正義を貫き真実を伝え公平であるべしと。俺に言わせれば絶対的に公平な人間などいない。人々の目に映る真実もそれぞれ異なるはずだ。俺自身を例にとるならば、話す言葉の多くは主観的で、傍から見れば突拍子もない話に聞こえるかもしれない。もしも彼女が俺を取材するなら、主観的な発言をどう扱うのか見ものだ。冗談だ。俺の話は彼女を困らせるだけだろう。口をつぐんでおくとしよう。